悲しいよっていうあなた、悲しいこととか辛いことってなかなか回復できないですよね。今日は心がそういうところからすぐに回復する技術について話をしようと思います。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。さて、あなたには何か悩みがありますか？困っていることってありますか？大抵の人は悩みとか困ったことがあるかもしれません。私も悩みとか困ったことっていうのはあるんですよね。例えばなんですけど、この動画の音声をもうちょっとクリアに録音したいんですよね。だけどどういうマイクをどうやって設置しようかなとか、仕事とかいろいろ遊びも含めると結構悩みもたくさんあります。ただ緊急性の高いものはあんまりないのと、そのままでもなんとかなるっていうものが多い気がします。バイクのマフラーの音をもう少し大きくしたいっていうのは緊急度は高いような低いような感じです。ではあなたはいかがでしょう？悩みとか困っていることってありますか？少し世間を見渡してみると、いつも平和そうに暮らしている穏やかな人っていますよね。多分特に悩みがないっていう人もいます。困っている人との割合ってどれくらいなんでしょうね。嫌な職場とか借金とかテレビや雑誌を見てると困っている人が多そうですけれども、私の日常では割合としては困っている人は少ない気がします。なんでみんなが困っているという話をしているかと言いますと、実はそれは心の問題で、今日はそれを取り上げようと思うからです。心の取り扱いの技術とも言えます。今風に言うと、心の取扱説明書というような感じです。いや、今風でもないか。今日は、この超越瞑想の本の154ページ、電子書籍版では第3部、生きる技術の第2章、存在の技術の中にある心と存在の技術のところです。さて、心っていうのは目に見えないし、存在もはっきりしていないんですけれども、確かにありますよね。心がどこにあるか、指せる人はいますか？こここここここ、脳みそに心があるっていう人は頭、心臓にハートがある、心があるっていう人は心臓を指しますね。ちなみにタコは脳というか神経系が足なのか手なのかにあるそうですね。タコに聞いたら足を指すでしょうね。そういう心、あなたの心の取り扱いについてですが、心の取り扱い方法というのは書籍などでもいろいろとあると思います。こういうふうな考え方をした方がいいとか、リラックスしようとか、無理をしない方がいいとか、頑張らないとダメとか、そういう話がいろいろとありますよね。あるいは頭の中を空っぽにするために温泉でリラックスしたり、美味しいものを食べたり、お酒を飲むことも勧められるかもしれません。心の取り扱い方法に関しては、どうやったら心が満たされるのか、どうやったら心が解放されるのかということなどがあります。これは人類の昔からの悩みかもしれません。何か簡単な方法があればいいなって思いますよね。私の場合は、フェラーリが欲しい、お金が欲しい、仕事で成功したい、毎日を楽しく過ごしたいというような欲がたくさんあって、ハゲも直したいかな。そのために必要なものとして心の扱いも調べてきましたが、その中で超越瞑想に出会いました。超越瞑想はとっても簡単なんですけれども、やっぱり20分という時間を確保する必要があります。忙しい現代人には20分はとても貴重かもしれません。超越瞑想を習ってみようかなって思っても、毎日20分の時間を取るのは自信がないからやめておこうと躊躇してしまう人もいるかもしれません。
そういうこともあるんですが、超越瞑想に時間を費やす価値がありますよっていうことを伝えたいと思って動画を作っています。基本的にはただ瞑想を毎日続けるだけでいいんですけど、では瞑想をすると心はどういう状態になっていくのか、どういう仕組みになっているのかということをせっかくマハリシ先生が解説してくださっているので、それを伝えていきたいと思っています。さて、心の話を続けましょう。心に適用される存在の技術というものがあります。少し難しく聞こえるかもしれません。心に適用される存在の技術というのは、心がどんな状態でも存在の価値を維持しているという意味になります。ここに出てきた存在っていうのは一言で言うのは難しいので、過去動画を見ていただきたいと思います。過去動画については説明欄にリンクを貼っておきますね。その存在っていうのは全てに浸透している源のようなものです。それは姿、形がなく、目に見えなくて、触ることもできません。濡らすことも焼くこともできません。しかし全ての源ですから、この本も私も存在の表現というふうにも言われています。存在っていうのは全ての源なので、心の源でもあります。このように存在というものがあなたの中にあります。存在というのは言葉の定義なので、深く考えなくてもそういうものだと思っていただいて大丈夫です。例えば簿記の借方と貸方のようですね。借方は別に何かを借りるだけではないんですけど、売ったり借りたりで資産が増えるグループをそう呼んでいます。簿記では何かが増えるときには必ず他の何かが減るか、別の勘定科目が増えます。借方や貸方には借りるとか貸すという一般的な意味はありません。そういうわけで存在という言葉も何かがそこにある、存在しているというようなニュアンスです。ただ超越瞑想の根本原理や心の仕組みの説明には欠かせないものとなっています。心のレベルにおける存在の技術というものがあります。それはどういうものかと言いますと、あなたが何かを考えたり体験するときでも、その考えや体験したことが心の本質に影響を与えることがないという技術です。例えば多くの人は悲しい映画を見ると泣いてしまいます。映画館を出て家に帰っても悲しさが続いて、なかなか気持ちが元に戻りません。これが心が影響を受けている状態です。でもそうでない人もいます。それは存在の技術を手に入れている人です。その人たちは心が悲しみに満たされたとしても、心の本質には影響を受けていないので、映画館を出てしばらくすると普段の気持ちに戻ります。これが心の本質に影響を与えないということです。お分かりいただけましたでしょうか。このような心の状態があなたの人生に永遠の自由を実現させます。以前の動画で永遠の平安という話題がありました。これも説明欄にリンクを貼っておきます。永遠の自由も永遠の平安も同じことです。違う表現をしています。行き着くところはそこなんですね。それが超越瞑想です。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が興味深かったと思われましたら、チャンネル登録やいいねで応援してくださるととても嬉しいです。また超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料な説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。すでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。皆様のお役に立てるように、また皆様が楽しく過ごせるような動画を作っていこうと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。